皆さん、こんにちは。サイバーコネクト2ゲームクリエイターセミナー2023アーティスト編を始めさせていただきます。今回はゲーム制作における背景モデラーの仕事というタイトルで話をしていきます。始めるにあたり、まずは自己紹介からさせていただきます。株式会社サイバーコネクト2で背景モデラーをしている河野です。略歴です。前職勤務中に独学で 3DCG を学び、サイバーコネクト2にアルバイトとして入社。現在は社員として勤務しています。現在、サイバーコネクト2では背景モデラーをはじめとするアーティスト職を全8職種募集しております。今回は背景モデラーについてのセミナーとなります。本日のプログラムは大きく6つの項目に分けてお話しします。まずはじめに、今回話す内容について。前半はゲーム会社の背景モデラーがどのような仕事をしているのかの紹介を、後半はポートフォリオなど作品作りのポイントについてお話しします。仕事の内容は映像制作かゲーム制作か関わる作品によって異なります。このセミナーでは一例ですが、ゲーム会社での背景モデラーの仕事についてざっくりご紹介します。続いて、背景モデラーとしての仕事。背景モデラーの仕事は、ゲーム内の背景として配置する 3D モデルの作成をするのが仕事です。しかし、ただ背景を作っているわけではありません。実は背景を作成するために行っている様々な仕事がありますので、今日はそれをご紹介します。背景モデラーとしての仕事その1、小物制作。バンダイナムコエンターテインメント様より発売されている、弊社が開発いたしました、ナルト疾風伝ナルティメットストーム4ロードトゥーボルトの画像を利用してお話しさせていただきます。背景モデラーは今見ていただいているようなゲーム背景の作成を行います。見えているような大きな建物だけではなく、背景には小物もたくさん必要になってきます。ご覧いただいているような旗や本棚、写真など、すべて作成を行っていきます。背景モデラーとしての仕事、その2、仕様の確認。背景は見た目がかっこいいのが一番ですが、実は他にもいろいろと配慮が必要なことが多くあります。例えば、小物を制作する際には、キャラクターが触ったり、座ったり、関与できるものがあるのか、それは壊れたり、消えたり、変形したりするのか、ゲーム内での重要度も制作の際に必ず確認しておかなければならないことです。本当に背景の一部なのか、キャラクターがすごく接近する可能性や連動して動くことがあるのかなどです。背景モデラはこのようにどうゲームに関わるのか、仕様に沿った背景モデルを作る必要がありますが、仕様を優先して見た目が破綻してしまっては意味がありません。そのため、仕様を守りながら極端な見た目にならないようにするか、違和感のない背景にするかを考えるのも背景モデラーの仕事になります。時にはゲームデザイナー、レベルデザイナーと仕様について話し合いを行うこともあります。背景モデラーとしての仕事、その3、多セクションとの調整。先ほども少しお話ししましたが、背景は他セクションとの調整や協力が必要になることが多いセクションです。ゲームの仕様に関してゲームデザイナーと話し合ったり、実現したいことを叶えるためにどうやって実装するのか、プログラマーと話し合うこともあります。背景の中でプレイヤーが動くため、他のアートセクションともどのような背景になっていれば動きやすいのか、背景にも動きをつける必要があるのか、また、背景の中で動きをつける場合は、モーションアーティストやエフェクトアーティストなどにも協力してもらいながら作成を行っていきます。理想的な機能に近づけつつ、用意しやすい、管理しやすいデータになるよう、プログラマーやアーティストと調整していくことが仕事の中でとても重要になります。そのため、他セクションの作業内容について理解があることは、やり取りをする上で非常に役に立ちます。専門外だから知らなくていいとはならずに、気になることは積極的に学んでいくと、業務上役に立つことが多いです。続いて、ゲームの背景制作で気をつけたいことについてお話しさせていただきます。その1、ルール、仕様を守る。仕様通りに作成することは、不具合を減らし、見た目のクオリティを担保することにもつながります。物のサイズだけではなく、テクスチャサイズ、ライティングなど、ゲームによって様々な仕様が決められているため、一定の制限の中でいかにいいものが作れるかが腕の見せ所です。その2、無駄遣いしないモデルを作る。例えば、ゲーム中にカメラが寄ることが多いならしっかり作り込む。そうでないならシンプルな形状で様子を作りましょう。シンプルなことですが、見えないところは作り込まない。
簡略化することが大切です。ゲーム実装されたときに見た目に影響しない作り込みは無駄な作業となってしまいます。例えばこちらの背景ですが、窓の外の風景は 3D モデルではなく1枚のテクスチャで作られています。その他にも共通のテクスチャを使うことで作成するテクスチャの枚数を減らすことも有効です。奥の目立ちにくい場所は同じテクスチャを使って枚数を削減しています。その他にも瓦屋根など同じテクスチャを利用して無駄を削減しています。先ほどは一方方向からしか見えなかったため、遠鏡をテクスチャで描いていましたが、画像のように近くには寄らないが、いろいろな角度から見えるような円形のモデルは、ローポリモデルでよりシンプルに作成していきましょう。一つ一つは些細でも積み重なると無視できなくなってくることもあります。より目立つ部分に必要なリソース、時間を避けるように、小さな無駄を減らしていくことが大切です。その3、もちろん見た目も大事。いろいろとお話ししましたが、軽いデータを作るために見た目を諦めていいわけではありません。ストーリーやゲーム性の中で何が重要なのか、理想の完成形のためにどこを簡略化してどこに力を入れるのか考えることが大切です。そのため、特に力を入れて制作する箇所、ローポリモデルで制作する箇所などを上手に取捨選択しながら作成を行っていきます。ここまでゲーム会社における背景モデラーの仕事について紹介してきましたが、ここからは内容を変えて、ポートフォリオなど、就職作品作りのポイントについてお話しします。作品作りのポイントについて2つほど紹介します。まずは再現力について。オリジナルの作品でかっこいいシーンを作れることも大切ですが、映画のワンシーンなど、すでに完成形があるシーンを再現できる力も大切です。実際に背景モデラーはコンセプトアートなど完成形のイメージをもとに具体的なシーンを作成していくことが多いです。入社直後に完全オリジナルシーンを一から作成することは稀で、完成形のイメージをもとにモデルを作成してもらう仕事が多いです。つまり再現力が高いと即戦力として見てもらえます。また、完成形に近づけるために、そのシーン内にどういった要素があるのか、どういった要素が足りていないのか考えながら作っていく必要があります。こちらは CC2 の社員の方が学生だった時に作成したシーンです。コンセプトアートから作成しており、何を完成形として作成したのかがわかります。続いてその2、レイアウト力。よく耳にすることですが、レイアウトなど初期工程がうまくいっていると、後の工程で多少変更があってもシーンとして良いものになりやすいです。また、初期工程ほど後から調整するのが大変です。この2つのモデルは同じ素材を使用してレイアウトを変えたものになりますが、レイアウトが違うだけでこんなにも印象が違って見えます。いいシーンは形状のシンプルなモデルを配置し、仮のライティングをした時点でもかっこよく見えることが多いです。そのため、レイアウトに自信があるなら、その過程をシーンに乗せて構成力をアピールしてみるのも有効です。作品はその作品を見る人がどう感じるかが大切です。そのため、細かい説明がなくても何を目指して作成したのかがわかる作品にしましょう。そのためにいいものを参考にしてどう作られているのか分解しながら考えていくことが大切です。好きな映画やアニメのワンシーンや写真、絵画を再現してどういったレイアウト、ライティングになっているのか考えてみましょう。次に弊社に合格した方のポートフォリオを見ながら具体的にどのような作品が評価されるのか見ていきましょう。この作品は2022年に入社した新卒の方の作品です。こちらはポートフォリオの一番最初に掲載されていた作品になります。自分の一番自信のある作品で見る人の目を引くようにしていたそうです。そしてその後にこだわりや制作時間を記載し、自分の技術力をしっかりアピールされています。こちらの作品はオリジナルの作品のため、アートボードやコンセプトアートを記載して自分が表現したかったことを見せることで、再現力があることも伝わってくる作品になっています。また、その他にも小物の多い作品でレイアウト力をアピールしていたり、自分の技術力を知ってもらうためには、同じような作品だけではなく、いろいろなテイストの背景を作成するといいと思います。人工的な建物だけではなく、植物などの規則な造形を入れてもらうと評価がしやすくなります。これまでの発表のまとめです。ゲーム開発はチーム作業です。いろいろなセクションの人と協力して一つの作品を作り上げていくのが仕事です。ゲームで制作するモデルには様々な制限があります。
その制限の中でいかにかっこいいシーンを作るかが実力の見せ所です。何に時間をかけるのか、取捨選択ができるようになりましょう。コンセプトをもとに再現できる力は必須スキルです。再現力が高い人は即戦力となれるので、作品でアピールしていきましょう。自信がある作品は完成形だけではなく、初期の過程もアピールしてみましょう。シンプルな要素でかっこいいシーンが作れるようになってみましょう。最後に、背景制作を始める方向けに参考となる書籍やウェブサイトを紹介します。写真模写、オリジナルファンタジー作品の背景作品の作り方の流れを説明したコラムです。背景作品を作成する上で基本的な考え方を学べます。続いて、建築知識。建築関連の情報がまとまっている月刊誌です。建物の構造、サイズについてまとめられているので、説得力のある建造物を作るのに役立ちます。背景画や 3DCG についてまとめられたものもあるので、バックナンバーを見てみることをお勧めします。どういいかは SNS でいろんな人が語ってくれています。続いて、カラーライト。色彩と光についての解説書です。背景のシーンにおいて、ライティングは非常に重要です。ライティングにおける基本的な考え方や用語の勉強に役に立ちます。こちらはストーリーテリングをするための様々な技法を説明した全25回のコラムです。コンセプトアートを作るために必要な考え方を基本的なルールから学べます。絵作りに関することなので、3DCG 背景作成においても、ここで学べる考え方は非常に役に立ちます。こちらは小物のモデリングやマテリアの制作過程が確認できます。このサイトに限らず、モデル制作を動画にしている方は多く、他の人がどうモデリングするのか、どう作るのかは参考になることも多いです。最後にお知らせです。ゲームクリエイターを目指す方へおすすめの書籍をサイバーコネクト2オンラインストアにて発売しております。各書籍の詳細は概要欄のサイバーコネクト2オンラインストアのリンクからご確認ください。本セミナーは以上となります。本日の講演を聞いて背景アーティストに興味を持ってくれる方が一人でもいると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。